私が小学校の時の話です。クラスの仲のいい女の子たち数人で休み時間に鬼ごっこをしていました。するとそこに「私も混ぜて」とやってきた子がいました。それは1週間前に転校してきたゆきちゃん。そこでゆきちゃんも仲間に入って鬼ごっこをまた始めたのですが、ゆきちゃんは足が遅くすぐ鬼になってしまいます。時々わざと捕まってあげる子もいましたが、結局ゆきちゃんは逃げ遅れ何度も鬼になっていました。私は校舎の非常階段に隠れてその様子を見ていました。するとゆきちゃんは私を見つけ、こっちへ向かって走ってきたのです。私は非常階段を上へ上へと逃げていきました。後ろからはゆきちゃんの足音が聞こえます。その時、何やら鈍い音が足元から聞こえてきたのです。数日後、ゆきちゃんのお葬式が行われました。私を追ってきたゆきちゃんは非常階段でバランスを崩して落下し、首の骨を折って亡くなってしまったのです。あの時私が捕まってあげていればこんなことにはならなかったのに。祭壇の写真の中で笑うゆきちゃんを見ながら、私は子供ながらに自分を責めました。でもそんな後悔もそう長く続くわけではありません。中学生になるとゆきちゃんのことは遠い過去のこととなっていました。そんなある日、中学から始めたテニスの部活を終えた私は家に帰る途中、教室に忘れ物をしていることを思い出したのです。慌てて校舎に戻るともう真っ暗。生徒たちももう誰もいません。怖かったけど忘れ物を取りに行かなければなりません。私は勇気を振り絞って暗い廊下を歩いていったのです。教室も真っ暗。私は忘れ物を手にすると廊下を急ぎました。そして階段を降りようとしたその時、パタパタパタ、後ろから足音がパタパタパタ。振り向いちゃダメ、そう思ったはずなのに、私はゆっくりと振り返っていました。するとそこには小さな女の子が立っていたのです。私は悲鳴を上げると全速力で走り出しました。パタパタパタ、女の子も足音を立てながら私を追いかけてきます。私はトイレに逃げ込み、ドアに鍵をかけて女の子がいなくなるのを待ちました。廊下からはパタパタと足音が聞こえてきます。なぜ私を探しているの？しばらくすると諦めたのか足音は遠ざかり、聞こえなくなりました。よかった。ほっとした私は鍵を開け、トイレから出ました。しかしそこには女の子が立っていたのです。女の子はにやりと笑いながら私に手を伸ばし、捕まえた